こんにちは。冷や汗はよくかくのに、冷却が苦手な ICE、D と、ドイツ鉄道において、綱渡りの旅をご提供している、ICE3 です。実物は定時運転を、もうちょっと頑張ろうか。ちょっとで済みますかね。それはいいとして、僕たちは、高速列車、ICE で、ドイツのフランクフルトから、フランスのパリへ移動しています。始発の駅を後にして、およそ2時間が経ち、ドイツ南西の町、ザールブリュッケンが近づいてきました。この ICE は、フランクフルトとパリの間で、3カ所の駅に止まります。そのうち、ここザールブリュッケンが、最後の停車駅です。町は、フランスとの国境に接していて、南側に、交易路としても使われる、ザール川が流れています。その、ザール川に架かる橋、という意味なのが、ザールブリュッケンなんです。この辺りは、長い歴史の中で、幾度となく国境が変わってきた地域で、ザールブリュッケンも、時代によって、属する国が違う町でした。その影響は現在もなお残り、街中は、フランスの文化が感じられるそうです。そんなザールブリュッケンを発車したら、次の停車駅は、早くも終点の、パリ東駅です。ドアが閉まり、動き始めると、いよいよ列車は、フランスに入ります。ここからパリは、西に位置していますから、引き続き線路も、西へ敷かれているもの、と、ついイメージしがちです。ですが、ここで列車は一旦進路を変え、南に向かいます。なぜなら、ザールブリュッケンから最も近い国境は、南にあるからです。西の国境は、町から20キロほど離れているのに対して、南側の国境は、わずか3キロしかありません。ザールブリュッケンの西側では、ドイツの領土が、大きく南に張り出していることもあって、ドイツとフランスとを連絡する線路は、南北方向に敷かれ、国境を越えた後、再び東西方向へ、向きを変えるんです。国が変わる、と言っても、領土を隔てるものは一切ありません。鉄道では、線路に簡単な標識があるだけでした。フランスで最初の駅、フォーバッハに到着すると、列車は一旦停止します。駅名標や、対向のホームにいる列車が、フランス国鉄になり、異なる国に来たことを実感します。ここでは、ドアが開くことはなく、信号待ちと、安全装置の確認を行います。ヨーロッパは、各国をつなぐ線路の幅こそ同じですが、無線や信号の種類、架線に流れている電気は、それぞれ異なります。ですから、国際列車は、走る国が変わると、車内のシステムが正常に切り替わっているか、チェックする必要があるんです。もっともこの ICE は、走りながらでも、モードの切り替えができますから、この駅で停車している理由は、多分、純粋な信号待ちかと思います。フランス領内に入ると、いくつか景色に変化が生じました。今まで走ってきた、ドイツの鉄道は、線路が右側通行でした。ところがフランスに移ると、これが、左側通行に変わります。僕たちの席は、進行方向向かって右側の座席だったので、フランスの線路になってからは、すれ違う列車を見られるようになりました。って言ったのに、ここは相変わらず、右側通行ね。それはこの辺りが昔、一時的に、ドイツの領土だったからです。鉄道はその時代に作られ、それが今でも続いているため、例外的に、右側通行なんです。もう少ししたら、フランス標準の、左側通行に切り替わりますよ。国境からパリまでの距離は、直線距離で、およそ330キロ。東京から、三河安城に相当する距離を、これから2時間で走破します。ここで ICE は、お待ちかねの、超高速区間に進入し、最高速度までスピードを上げます。と言いたいところですけれど、まだ少し、在来線を走行します。引き続き、低速で走行し、50キロほど南西に進んだところで、フランスで最も速度を出せる線路にたどり着くのです。緑の、あまり変わり映えしない景色の中を進むこと、20分。今まで一定の速度で走っていた ICE は、突然強い加速を始めました。ここが、はるか300キロ先のパリまで伸びる、高速線です。この区間は、LGV、東ヨーロッパ線と言います。LGV とは、フランス語で、高速線。
東ヨーロッパ線というのは、パリから東の方角へ伸び、ドイツやスイスなど、隣国まで接続する線路、という意味です。この線路は、建設当初から、時速320キロで走行ができるように計画され、2007年に開通しました。構造上は、時速350キロまで許容されていて、それまでの高速線より、勾配やカーブが緩く作られています。区間は、パリの近郊から、フランス東部の、ストラスブールまでの、約400キロ。高速区間の途中には、沿線の在来線と合流できる地点が、いくつか設けられています。私たちの列車は、東側の終点、ストラスブールから、約100キロほど手前にある小さな町、ボドルクールから合流しました。つまり、400キロの高速区間のうち、300キロしか走らないことになります。この区間をフルに使うのは、南部の都市、シュツットガルト発の ICE、そして、ミュンヘン発の TGV です。この2つの列車は、高速区間の起点となる、ストラスブールからフランス領内に入り、一気にパリを目指しているんです。この線路を走る高速車両たちは、TGV、ICE ともに、時速320キロで走行します。少しお話をしている間に、列車は、200キロ台後半まで速度を上げていました。フランクフルトを出発してからずっと、山あいの線路を、低速で走行していた ICE は、平地を、超高速で軽快に、いや、フルパワーで、空気を押しのけながら走ります。架線の柱が、高速で後ろに飛び去っていく光景はもちろんのこと、車内では、風切り音が凄まじく、今までとは違う速度域なのが、耳からも感じられました。今回乗車していたのは、偶然、先頭車両だったので、運転席側のデッキでも、後方の客室でも、空気をかき分ける音が響きます。というのも、この ICE、BR407 型は、先頭車両の屋根が、2つの高さに分かれているからです。連結機のある先端から、運転席の後ろまでで、1段階。そして、車両の後方で、さらにもう1段屋根が上がり、中間車両へと続く構造です。先頭車両の屋根を、中間車より、一段低くした点は、日本の N700 系新幹線に似ていますね。中間車は、高くなった屋根の中に、空調装置やパンタグラフが、埋め込まれるように配置され、空気の抵抗を少なくしています。車体そのものを高くして、客室の天井との間に、空調などを埋め込む考えは、後の ICE4 でも採用されました。それにしても、時速300キロから、たった20キロ上がるだけで、こんなに音が大きくなるとは、予想外だった。その原因は、空気が持つ性質、そしてこの丸くて短い、顔のデザインが一因でした。元をたどれば私が原因なんですが、車両の周囲を流れる空気は、速度が上がるにつれて、粘りを帯びてきて、車体にしつこくまとわりつく特性があります。まるで、ゆっくりさんのようです。これをうまくコントロールすることで、空気抵抗を削減。走行に必要なエネルギーを減らしたり、車体を安定させられる。というのは、皆様よくご存知のことと思います。ところが、90年代に設計された車両は、狙った通りの結果になっていませんでした。ジェット戦闘機のように、先端を細長く、極力丸くさせれば、抵抗が少なくなる、と思われていたのですが、列車特有の形状が、足を引っ張っていたのです。その一因が、丸いノーズでかき分けられる、空気の流れでした。鉄道車両は、地上を走る、細長い直方体です。そのため、先端でぶつかった空気は、主に、左右の側面と、屋根の、3方向に分かれて、流れようとします。この時、屋根と壁の境の部分で、流れが混ざり合い、渦を作り出していたのです。この渦は走行中、常に発生し、高速域になればなるほど、大きな抵抗と騒音を生み出します。それでも、旅客機や、500系新幹線のように、胴体まで完全に丸い形なら、均等に空気が流れ、余計な乱流が起きにくいのですが、先端が丸く、車体は四角い形状ですと、境の部分をうまく処理しないと、大きな抵抗が生まれていました。その対策の一つとして、最近の高速車両は、ヨーロッパでもアジアでも、ノーズや運転台の周りに、エッジをつけるデザインが主流です。こうすることで、車体の正面から、側面と、屋根に流れる空気を、はっきり分けられ、
二つの流れが混ざることなく、後ろへ送ることができるのです。そういや F1 でも、90年代の車は、先端が丸かったのに、いつの間にか、カクカクした形に変化してるよな。ところが、PR407 型は、2000年代後半の車両なのにもかかわらず、メリハリのない丸い車体です。その原因になったのは、前の世代である、私、初代の ICE3 の存在がありました。PR407 型のベースとなる、初代の ICE3 が開発されたのは、90年代中頃。自分で言うのもなんですが、結構年数経ってますね。この時代は、丸く、先端を尖らせたノーズが良い、と考えられていたため、左右を大きく絞り込んだデザインが採用されました。けれども、丸いノーズと、中途半端に四角い車体を組み合わせたので、抵抗が多い形状だったんです。その約10年後、今乗車中の、改良型 ICE3、PR407 型が計画されます。この時代の高速車両は、空力の解析が進み、エッジ付きの先頭形状が主流になっていました。ところがあの車両は、あくまで ICE3 の発展型という位置づけです。設計をする際、運転士が従来型から違和感なく移行できたり、世代を関係なく連結して運転できることなど、互換性を持つことを求められていたため、運転台周りの形状を大きく変更できなかったのです。こうした理由から、改良型は全体的に丸い形状を継承して登場しました。ノーズをなるべく平べったい形状に変化させ、両脇のライト上に整流の部品を取り付けるといった工夫が凝らされましたが、先頭車両は風を切る音が目立つ結果になってしまいました。まあ、たまに乗る分にはスピード感があっていいと思うけどね。ちなみに、フランスの TGV も ICE と同じ進化をしているんです。初代の車両は、角張ったデザインで登場しましたが、90年代前半にデビューしたデュプレックス型は、角が丸く変化しています。ですがその後、TGV の後継になるはずだった AGV や、2024年に登場予定の新型車両 TGV-M では、再びエッジのついたデザインが採用されました。ではその TGV の車内はというと、こちらも空気をかき分ける音が結構目立つんです。興味本位で、いや、ICE との比較で、試しに乗ってみた時の指定席は、広角2両目の2階席。先頭の機関車の、すぐ後ろに繋がれている車両です。眺めは ICE よりいいものの、時速320キロで走ると、やはり、大きな風の音が気になりました。実は TGV デュプレックスの車体は、電気機関車よりも少しだけ断面が大きく、客車との連結部分で、微妙に辻褄合わせをしています。それに、窓には遮音材を挟めないためか、高速走行中、2階客室は、大きな風切り音が響いていたのです。さて、時速320キロ走行といえば、この動画をご覧の皆様には、TGV、ICE よりも身近な車両が、一つありますよね。JR 東日本の E5 系新幹線。走る路線はもちろん違うものの、私たちも気になっていた列車ですので、先日乗車して、しっかり満喫。厳しい目で調査をしてきました。東海道新幹線と違って、コーヒーとアイスを売ってないのが、大きなマイナスポイントだったね。乗り比べてみた結論を言えば、E5 系新幹線は、良くも悪くも、同じ路線しか走らない、専用車、という点が、大きな特徴と感じました。皆様よくご存知の通り、E5 系が走行する区間は、東京から新函館北斗間の一本道。この車両が大阪や九州に行くことはまずありませんし、新幹線は線路や車両のサイズが違いますから、一般の在来線にも乗り入れません。ですがそれゆえに、運用にイレギュラーが起きにくく、突き詰めた設計をできることに気がつきました。日本の新幹線で、ウィークポイントとしてよく挙げられる点が、騒音の規制が厳しく、路線上にトンネルが多いことです。沿線には人口密集地が多いですし、車両が高速でトンネルに出入りする際に発生する大きな騒音は、速度の向上において大きな課題でした。その対策として、新幹線は先頭車両が長く複雑な造形に進化。
屋根上の部品を極力少なくし、騒音源になるパンタグラフは、2機のみに削減されています。両脇には、大きな遮音板も目につきますね。おかげで、時速320キロ走行時の、揺れと車内の騒音は、TGV、ICE よりも、かなり抑えられていました。E5 系を利用した時、先頭車両にも試しに乗車しましたが、風切り音がほとんどしなかったのが、大きな驚きです。一応、全部の列車で、空気をかき分ける音はするんだよ。でも、TGV と ICE の風切り音は、ズババババババって感じの、いかにも空気と格闘していそうな音を発してたのに対して、新幹線は、静かに、ゴーと連続した音をさせていたのが、印象的だった。あれは、複雑な形のノーズで、空気を効率的に流していた効果が絶大なのでしょう。会話は小声でも楽にできますし、車内放送も、はっきりと聞き取れました。うるさかったのは、E5 系の先頭車両に、モーターがないって文句を言っていた、同行者2名ぐらいです。車内、車外の騒音を抑えるのに効果がある。新幹線の長いノーズですが、ドイツやフランスでは、実現が難しい構造でした。技術のハードルが高いのではなく、走る場所を考えると、不都合な点が多いんです。なぜなら、ヨーロッパの高速列車は、すべて、心在直通車両、専用に作られた、高速区間のみを走るのではなく、在来線を多く走ります。ICE も、TGV も、路線のバリエーションが多岐にわたり、山あいのローカル線を走ることも、珍しくありません。信号がアナログな区間もありますし、路線上には、簡易の踏切や、無人駅が、いくつも存在します。ですので、運転士が目視で、前方の状況や、信号を、正確に把握できるようにする必要があったのです。先頭部分は、なるべく長さを短くし、運転台のガラスを立てて、視界を確保しなければなりませんでした。PR407 型は、ここでも地味に進化をしていて、初代の ICE3 よりも、ノーズが短くなっています。さらに、ICE も TGV も、トンネルの断面が小さい、スイスに乗り入れることを想定していました。ですから屋根には、スイス用の、幅が小さいパンタグラフを装備。もちろん、遮音板のような大きな部品は置けませんし、小さなトンネルを通過できるよう、天井を、丸く、すぼませていたのでした。残念ながら、PR407 型は、投入計画に変更が生じて、10年経った今も、スイス国内の運用がありませんが、TGV デュプレックスは、この設計を活かして、日常的に、スイスへ乗り入れています。日欧の高速車両には、先頭形状に、もう一つ、考え方、そして問題解決のアプローチに違いが見られます。繰り返しになりますが、新幹線は専用車両のためだけに作られた線路を走り、車両側は極力騒音を出さないことが重視されました。前の世代の車両よりもエネルギー効率を改善することも目標になっていますから、車体の軽量化にも注意を払っています。ですから、ノーズの造形が長くて複雑なのにもかかわらず、継ぎ目が一切ありません。乗務員室扉の手すり、ドアノブすら隙間をなくす構造にするなど、空気抵抗の削減が徹底しています。その反面、専用の線路は踏切が一切なく、二重三重の信号に守られた区間のみを走行しますので、先頭車両に衝突対策を省くことができました。この点も、ヨーロッパの車両は真逆です。今走っている高速区間こそ、新幹線と同じ対策が取られているものの、TGV、ICE は共に、衝突事故のリスクが高い在来線を多く走行します。そのために、先頭部分はいくつもの部品に分割され、もし破損したら、必要な箇所だけを素早く交換できるように作られました。ですので、顔をよく見ると、継ぎ目のラインが、いくつもあるのが特徴です。さらに両者は、運転席の周りに、太いフレームが組み込まれていて、大型車両と衝突した際に、運転士や乗客に被害をもたらさない構造が取られています。ヨーロッパの高速車両は、日本よりも、騒音の規制が厳しくないから、鼻が短くて済む、と、よく言われますが、こちらには、在来線区間での安全確保という、別の課題があったのでした。これは、どちらが優れているか、ではなく、
走る場所の違いから、各列車が独自の進化をしていったと捉えると面白いです。走行する環境の違いは乗り心地にも現れています。時速320キロで走るとき、どの列車も問題なく走行しているのですが、ICE は微妙にふわふわした乗り心地なんです。それは、地面からの振動を全て吸収しているようなものではなく、ゆらゆらした左右の傾きを感じられる動きでした。まるで、船にでも乗っているかのような、とでも言えば、わかりやすいでしょうか。ぶっちゃけ、ローリングとヨーイングとピッチングが、席に座っていても、全部感じ取れたよな。これは、急カーブや勾配がある、在来線区間を多く走行するため、バネが比較的、柔らかめに設定されているためです。おかげで、ターミナル駅近くに多数ある分岐では、線路からの振動を、よく吸収しているのですけれど、高速走行時には、ちょっと落ち着かない挙動になってしまいました。それでも、座っている分には、特に気にならないのですが、通路を歩いたり、食堂車の売店、スタンドなどでは、気をつけて立っていないと、すぐよろめいてしまいます。ICE3 の中速域では柔らかく、高速ではなんとなく落ち着かない乗り心地は、ドイツ鉄道所属の車両だけに限りません。輸出型である、スペインのセリエ103や、ユーロスターの E320 でも、同じような現象を感じられました。その点、フランスの TGV は正反対。かっちりした乗り心地で、重心が高い、2階建て車両とは思えないほど、安定しています。新幹線や ICE と比べて、大柄な車体を、時速320キロで走らせるのですから、バネが固めなんです。TGV は、2階建てのデュプレックス型に限らず、1階建て構造の列車も、固めの足回りで、高速走行が安定していました。どうやらこれが、フランスの高速鉄道における、伝統的なセッティングのようです。歴代の、各種 TGV 以外に、イギリスのユーロスターや、イタリアの AGV も、似たような動きをしていました。自動車だと、ドイツの車は、アウトバーンを考慮した設計なので、足回りが硬く、フランス車は、石畳を想定して、バネを柔らかくしている、というのが有名だけど、列車に関しては、逆なんだな。これには、各国の考え方や、走る場所の想定が違っていた、という点以外に、足回りの構造が、関係していました。TGV の、揺れが少なく、かっちりした乗り心地を実現したのは、2つの車体にまたがる、連接台車です。横から見ると、台車の中央に、大きなバネがあり、前後の車両を、1箇所で、まとめて受け持っています。加えて、前後の車両同士を、ダンパーで繋ぎ止め、平等を防ぐ仕組みです。これにより、互いの車体が、余分な動きを抑制し合い、高速区間で、編成全体の安定につながっていたのでした。一方の ICE は、車体の前後に台車があり、1両ずつ、独立している構造です。前後の車両を繋ぎ止めるのは、上下左右に動ける、連結機だけ。そのおかげで、山間部の急なカーブをスムーズに通過できる一方、どうしても、上下動や左右の揺れが、大きくなってしまいました。この弱点は、ICE と同じ車体構造の、新幹線でも、顔を覗かせる可能性を持っています。ですが各新幹線は、車体の間に、揺れを抑制するダンパーや、車体が不必要に傾かないように抑える機構を組み込み、乗り心地の向上を図っていました。アクチュエーターで、車体を逆方向に動かして揺れを打ち消す、アクティブサスペンションなんて、凝った技術も投入されていますよね。パリ線で使われる ICE、PR407 型は、車両の連結部分に、別の目的のものを組み込んでいました。ドイツの優等列車は、在来線区間でも、時速200キロ程度の速さで走ることがあります。速度が出ている場所で、大きな障害物と衝突した時、中間車は連結機が破壊され、最悪の場合、後方の車両が、前方の車両に乗り上げてしまう可能性が出てきます。このような事故の対策として、各中間車両は、端の構造を強化し、連結部分には、乗り上がり事故を防ぐ機構を装備、客室に大きなダメージが及ばないようにしているんです。また、この子は導入当初、海底トンネルを通って、ドイツからイギリスへ走ることも計画されていましたから、車内の仕切り扉も、頑丈な防火扉に変更されています。
ただ、一連の事故対策で、構造を強化したり、足したような電角管で走れるよう、機能を追加した結果、車体が重くなってしまいました。走行中に働く慣性が大きく、TGV や新幹線のように、車両間に揺れを止めるダンパーを組み込めなかったので、超高速走行では、落ち着きのない動きになってしまったのです。このように、ICE、TGV、そして新幹線が共通しているのは、電気のエネルギーで、線路の上を走るぐらいで、中身も考え方も、全然違います。本当に、共通点を見つけるのが難しかったんですよ。窓の外に目を移すと、今までずっと、平原が広がっていた車窓は、建物が立ち並ぶ、都市の景色に変化していました。新幹線との話をしている間に、パリ市内に入っていたようです。時速320キロは、一瞬でしたね。僕たちの列車は、大宮から仙台ぐらいの距離しか高速区間を走ってないからね。今度機会があったら、シュプットガルト線に乗りましょう。最近運休が多い、スリリングな路線ですけど。パリ市内を走る、水色や、ピンク色の、鮮やかな近郊電車とすれ違うようになり、お客さんも、終点が近いことを悟ったのでしょう。立ち上がって、上着を着たり、棚から荷物を下ろしたりで、車内はにわかに慌ただしくなりました。それと同時に、車内アナウンスが流れます。ドイツを発車した時は、ドイツ語、フランス語、英語の順で案内が放送されましたが、フランスでは、フランス語、ドイツ語、そして英語と、順番が変わっていました。そういえば、TGV と新幹線は、放送前に、チャイムが流れるんだけど、ICE だけは、それがないんだよね。ドイツ、フランクフルトからの ICE が到着するのは、パリ、東駅です。列車はなぜか、時刻表に書かれた時刻と、ほぼ同じ時間に到着しちゃいました。一年に一度、あるかないかの奇跡だよこれは。だって、途中のザールブリュッケンまで、いつも通り、遅れてたんだよ。パリには、方面別に、いくつものターミナルがあり、どれも行き止まりの構造です。列車を降りて、先頭に歩いていくと、出口があります。時間は午後1時過ぎ。まだまだ日が高く、街を巡るのにも、十分な時間があります。ということで、鉄道の旅はここまで。これから僕たちは、全力おのぼりさんモードに切り替え、パリ市内を観光しに行きます。次回は、パリからまた、新たな旅をご紹介するつもりです。今日中に、ゆっくりさんも合流できるでしょうから、今度こそ、3人でのご案内になるかと思います。あの人がいると、イレギュラーが出る予感しかしませんが、そうだね。あ、もしかして、ななみが故障もなく、帝国通りに到着しちゃったのって、ゆっくりさんがいなかったからじゃ。姉さん、それ以上いけない。とりあえず、パリまでの長旅にお付き合いくださり、ありがとうございました。お昼だし、早速、ジャンヌ・ダルクが負傷したっていう、有名なラーメン屋さんに行きたいんだけど、オペラ通りの右側にあるお店ですね。それからやっぱり定番の、シャンゼリゼ通りに行って、凱旋門を見て、エッフェル塔も。あ、それは登らなくていいからね。その二つだったら、ご飯食べてから、オペラ座からバスで行った方が早いよ。なんか、詳しくない？だって私、昔は毎日仕事で来てたから、何それ初耳、嘘でしょ。ななみの前に、パリ線担当してたの私なんだけど、